回のエフェクト紹介はビデオコパイロットのプラグインセイバーのご紹介です。このエフェクトを使えばライトセーバーの光を簡単に作り出すことができます。さらにこのセイバーはパラメータを細かく設定しなくてもプリセットがこのようにたくさん用意されているので簡単に様々な種類の光を素早く試すことができます。とは言ってもライトセーバーの表現を実際に使う機会はそんなにないと思いますので、今回はテキストに適用してこのようなアニメーションが簡単に作成できますので実際にやってみましょう。セイバーの最大の特徴はお気に入りのプリセットを使ってクオリティの高い光るテキストが簡単に作成できるのと、光をぐにゃぐにゃと変形させることで稲妻や炎の表現も簡単に作成できます。セイバー自体は自由度が高いエフェクトとは言えませんが、一手間加えればこのようなリアルな炎も作成できます。このエフェクトはビデオコパイロットのホームページから無料でインストールできるフリーのプラグインです。動画の最後にインストールの仕方も説明していますので気軽にインストールして使ってみてください。早速使ってみましょう。新規コンポジションにフル HD1920×1080 のフレームレート30で新規コンポジションを作成します。セイバーは基本的には平面に適用するエフェクトなので、コントロールプラス Y で平面をまず作成します。わかりやすいように平面の名前をセイバーとして、この平面にエフェクトからビデオコパイロットセイバーを適用します。すると早速光のラインが表示されました。これからエフェクトコントロールでパラメータをいじっていきますが、この一番上のプリセットのところであらかじめ用意された設定を使うことができます。ここには50種類用意されています。これらは当然光の色や強さ、ディストーションなどパラメータを調整すれば自力でも同じものが作れますが、50種類も用意されているので、まず自分が使いたいイメージに近いものをこの中から選択した上でパラメータを微調整していくのが効率いいと思います。このまま再生すればアニメーションもします。一旦初期状態のデフォルトに戻します。では今光のラインが表示されていますが、これをテキストに適用していきたいです。今表示されているこの初期状態のラインはどういう設定になっているかというと、このコアスタートとコアエンドの座標を結んだラインが作成されているという状態です。それぞれ座標を動かすと線の開始点と終了点が動きます。ではカスタマイズコアのパラメータを開きましょう。コアタイプで光を作り出すモードを変更できます。今セイバーとなっているので、このセイバーのパラメータで設定したコアスタートとコアエンドの座標で作成するというモードになっています。これを変更してみましょう。プルダウンメニューを開くと、他にレイヤーマスク、テキストレイヤーが選べるようになっています。レイヤーマスクにしても何も変化しません。この平面にマスクパスを書いてみましょう。この平面を選択した状態でペンツールでマスクパスを描きます。するとセイバーの光が今描いたマスクパスの形になりました。レイヤーマスクのモードは名称の通りレイヤーマスクを使って光を作成してくれるモードになります。上のコアスタートとコアエンドの座標はパラメータが暗くなっていて無効になっています。ではテキストレイヤーのモードを選択してみましょう。するとレイヤーマスクは無効になり、また直線の光のラインになりました。テキストレイヤーを作成してテキストを入力します。フォントを選びます。フォントの大きさを調節して画面の中央に配置します。テキストの文字間を調節します。それでは平面に戻って
セイバーのテキストレイヤーの欄にこのテキストを指定してあげましょう。テキストレイヤー自体は非表示にしましょう。適当にプリセットを選びましょう。するとテキストを使って光が作成できました。めちゃめちゃ簡単です。当然アニメーションを再生すれば動きます。セイバーのいいところはこのクオリティのエフェクトがこのスピードでテキストに適用できるところです。ここからはさらにセイバーで細かく調節する場合に簡単にパラメータを説明します。この動画がためになったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それではまずパラメータが分かりやすいようにエフェクトコントロールパネルを左隅に配置します。プリセットをデフォルトに戻します。少し光が強いので弱めます。それでは上から順番に説明していきます。Enable Glow はグローのオンオフスイッチです。チェックを外せばグローを切ることができます。グローカラーはグローの色を変更できます。先ほども調整しましたが、グローインテンシティはグローの強さです。その下のグロースプレッドはグローの広がりです。数値が小さくなると光が集まります。その下のグローバイアスはグローの範囲を広げることができます。挙動はグローインテンシティととてもよく似ています。その下のコアサイズはラインの太さを変更することができます。カスタマイズコアのコアタイプは先ほど説明した通りです。今はテキストレイヤーを指定してセイバーを適用している状態です。ここで細かなコアの設定をしていきましょう。スタートサイズでコアの視点の太さを変更できます。スタートサイズを0にしました。テキストレイヤーには視点と終点のポイントがあります。このスの文字に注目すると、この赤丸が視点で、黄色丸が終点です。視点を0にしたので、視点から終点にかけてコアの太さがだんだん太くなっています。逆にスタートサイズを 200% にして、エンドサイズを 0% にすると、このように終点にかけて細くなっていきます。そしてオフセットで線を徐々に表示させて線を伸ばす表現ができます。ラウンドネスで視点と終点の先端の丸みをつけられます。今回のようなテキストに適用している場合はあまり使いません。このオフセットサイズのチェックはオフセットを使用した時に太さもオフセットするかどうかのチェックです。わかりやすいようにスタートサイズを 0% にしてオフセットをかけます。74% にします。この時チェックが入っていると、ここが視点として太さ 0% になっています。チェックを外すと太さはオフセットされないので、ここの太さは 74% になっているということです。ハローのインテンシティとサイズがありますが、ハローとは光の芯部分の周りの光と思ってください。炎の表現をするときなど、光にボリュームが欲しいときに調整します。そしてその下のコアソフトネスでコアを柔らかくぼかすことができます。次はフリッカーの項目です。フリッカーはちらつき、点滅の設定です。フリッカーインテンシティが点滅の光った時の強さ。フリッカースピードが点滅の間隔の速さです。再生するとこんな感じです。マスクランダマイゼーションのチェックを入れると、マスクパスごとに点滅のタイミングがランダムになります。次はディストーションの設定です。ディストーションとは歪みのことで、プリセットでもあった炎や稲妻のような表現はここの設定をすることで表現できます。設定はグローとコアに分かれていて、それぞれ別で設定します。グローとコアでパラメーターがほぼ同じなので省略していきますが、まずグローのディストーションアマウントは歪みの量です。その下のディストーションタイプで変形に使うマップを変更できます。コンポジットは合成の仕方でディストーションの他に乗算が選べます。乗算はマップの黒部分を影として使用できます。インバートのチェックはマップを反転して使用できます。再生します。
今、下から上にノイズが流れていると思うのですが、これがその下のウィンドスピードです。風の速さのことです。その下のパラメーターはディレクションなので角度のことです。0度は上方向を表します。ちょっとフリッカーが鬱陶しいのでなくします。もう一度再生します。今、風が下から上に吹いていて、よく見るとノイズ自体がうねるように動いているのがわかるでしょうか。これがノイズスピードです。ノイズ自体の動きのスピードのことです。では、ノイズスピードを MAX の 5.0 に上げてみましょう。再生するとノイズ自体のうねりのスピードが速くなりました。それでは風を右に動かしてみましょう。ウィンドディレクションオフセットに90度と入れます。すると風が右方向に変わりました。そしてノイズスケールはノイズの大きさです。数字を小さくすると細かいノイズになり、数字を大きくすると大きくうねるようになります。ノイズバイアスはノイズの境界のぼかし具合を調整できます。ノイズコンプレキシティはノイズの複雑度で数字を小さくするとノイズが単純化されます。その下のアスペクトレシオはノイズの重応比です。ノイズの横を潰したり縦を潰したりできます。横を潰してこのような表現もできます。モーションブラーはここで設定した動きによるモーションブラーをかけることができます。今グローで設定した項目と同じようにコア部分の設定がこの下にあります。試しにディストーションアマウントの数値を上げてみましょう。グロー部分と同じように変形しました。ですが歪ませたコア部分とは別に文字の境界部分にコアが残っています。これがいらない場合、ブレンドオントップのチェックを外しましょう。すると歪ませたコア部分のみになります。次はグローセッティングの項目です。ここではグロー部分の詳細設定ができます。その前にセイバーのグローの構造について説明します。光の中心のコア部分と周りの光、グロー部分に分けて考えられます。適切なグロー幅はコアの幅によって変わります。そしてこの周りのグロー幅を十分に取ってあげることでより綺麗な発光感が得られます。光は距離が離れるほど弱まります。現実の光の減衰は2乗2反比例が物理的に正確になります。つまり距離が2倍になれば光の強さは4分の1になり、距離が3倍になれば光の強さは9分の1まで弱まります。セイバーも芯のコア部分とグロー部分はグロー1から4の4つのパーツに分かれています。それを踏まえてパラメータを見ていきます。今の状態ではグロー部分が分かりにくいのでグロー部分のディストーションを0にします。グローインテンシティマルチプライヤーは全体のグローの強さ。グローサイズマルチプライヤーは全体のグローのサイズ。グロープリガンマはグローの明るさを表します。そこから下はグロー1から4のグローの強さとサイズの設定ですが、先ほど説明したようにセイバーでは4つのグローが合成されてできているので、個別に調整できるようになっているということです。これでよく使うパラメータの説明が終わったので、実際に簡単なアニメーションをつけてみましょう。それでは先ほど説明したこちらのカスタマイズコアの設定でコアに動きをつけていきましょう。線が伸びるアニメーションにしたいので、エンドオフセットにアニメーションさせます。0フレームのところでキーフレームを打って0に設定します。レイヤーを選択して U を押すとキーフレームを打ったパラメータのみを表示してくれます。そして2秒のところで 100% にします。再生します。
するとこのように支点から終点に向かって線が伸びるアニメーションができました。キーフレームを F 級で Easy Ease にして右クリック。キーフレーム速度で緩急を強くしたいので影響を 90% にします。2秒のところのキーフレームも 90% にします。再生します。いい感じです。線が伸びているとき、支点のところは細くなってほしいので、1秒のところでスタートサイズをキーフレームを打って0に設定します。レイヤーを選択して U を押してスタートサイズのパラメータを表示。2秒のところで 100% にします。このキーフレームも F 級で Easy Ease をかけて影響を 90% にします。再生します。視点のサイズを0にしたので光が走っているように見えます。先ほどパラメータの説明で割愛してしまったのですが、マスクエボリューションで支点と終点の位置を動かすことができます。このように回して動かすことができるので、0秒のところで0度でキーを打って、2秒のところで90度でキーを打ちます。マスクエボリューションにも Easy Ease をかけて、ここも影響を 90% に変えます。再生します。すると線が伸びるだけでなく、線が進んでいるように見せられます。アニメーションがもう少し早く決まってほしいので、2秒のキーフレームを1秒25フレに移動します。ではアニメーションができたのでプリセットを変えてみましょう。アークリアクターを選択します。再生します。プリセットを変更しても同じように線が伸びてくれます。プリセットを変えていろいろ試してみましょう。再生します。今回はプリセットのこのエナジャイズを使って調整していきます。コアインテンシティで光の強さのアニメーションをつけていきます。0フレのところでキーを打ってショートカット U でパラメータを表示させ 0% でキーを設定します。10フレのところで 120% でキーを打ちます。17フレのところで 42% にします。1秒17フレで 42%、1秒20フレで 80%、最後の1秒25フレのところで 42% に戻します。光が強くなるキーを F 級で Easy Ease をかけます。後半のテキストが決まるところも同じように Easy Ease をかけます。再生してみます。文字が完成した部分の光が強すぎるのでグローの調整をします。グローセッティングでグローインテンシティを40に弱めます。そして一番外側のグロー1のインテンシティを 1.0 に弱めます。再生します。いい感じです。これで完成とします。それではセイバーのインストールをしていきます。ビデオコパイロットのホームページに行き、セイバーで検索します。セイバープラグインの項目をクリックして、ダウンロードセイバー for Windows をクリックします。Mac をお使いの方はその下をクリックしてください。するとインストーラーがダウンロードされます。ダウンロードフォルダで解凍して
中の exe ファイルをダブルクリック。画面に従いインストールボタンを押せばインストールされます。確認してみましょう。プログラムファイルの Adobe、サポートファイル、プラグインズ、ビデオコパイロットのフォルダの中に saber.aex というファイルが保存されました。これで AE を起動すれば、このようにエフェクトの欄からセイバーを使用できるようになります。いかがだったでしょうか。セイバーはとにかく細かい設定をせずにプリセットでそのまま使いやすいですし、テキストに適用すればタイトルやテロップにも使用できると思います。何より誰でも無料で使用できるので気軽に挑戦してみてください。AE 初心者の人で今はまだ標準エフェクトしか使っていない人も外部のプラグインを導入するきっかけになるかもしれません。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。